ここが好きだよ日本人へようこそ。人が生活する上で欠かせない場所といえば、どういった場所を思い浮かべるでしょうか。住む家はもちろん、食事をするためのレストラン、食材や日用品を購入するスーパーやコンビニなど、多くの場所が挙げられますよね。これらの場所は日本人も外国人も多くの人々が利用します。そんな人にとって必要不可欠な場所にも、日本と外国に大きな違いがあることをご存知でしょうか。今回はそんな日本に来た外国人が驚き、利用すると感動するという誰もが必要としている場所についてお伝えします。こんにちは。私の名前はセリスティナ。バレンシア出身の24歳よ。地元の不動産会社で働いているの。私のお母さんは昔から日本人の友人に生け花を習っていて、家にはお母さんが生けた花が飾られていたわ。私はそのお母さんが生けた花が大好きで、高校生の頃に私も一緒に生け花を習うことにしたのよ。生け花をしている時はものすごく集中するし、たくさんの花を見ていると癒されるわ。その日あった嫌なことや辛かったことを忘れることができるから、今でも毎週1回は続けているの。一昨年、その生け花教室で私と同い年で日本とスペインのハーフのもみじに出会ったのよ。もみじは生け花教室の先生の娘で、生け花がすごく上手で、私は彼女の生けた花に一目惚れ。あなたの生けた花素敵ねと声をかけたきっかけに、私たちはとても仲良くなったわ。もみじは日本についていろいろなことを教えてくれたの。春には綺麗な桜が咲いて、桜の名所と呼ばれる場所に行くと、何百本もの桜の景色が圧巻らしいわ。それにもみじがよく行く日本の観光地には竹林があって、緑が鮮やかでマイナスイオンに癒されるから、もみじは大好きなんだって。そんな中で私が一番興味を持ったのは日本庭園。日本庭園って伝統的な日本の庭園で、きれいに整えられた木々、池、さまざまな形の石を配置することで自然の景観を人工的に構成しているのよね。写真を見せてもらったけど、とても美しくて、ぜひ実際に見てみたいと思ったの。私はもみじを誘い、2人で日本旅行に行くことにしたのよ。もみじは日本のおばあちゃんの家によく行くから、案内は任せてと言ってくれたわ。私は日本に行くのは初めてだったけど、もみじのおかげで不安な気持ちよりもワクワクした気持ちの方が強かったの。日本に着いてホテルに荷物を預けたら、もみじおすすめの日本庭園のある公園に連れて行ってもらったわ。公園に向かっている道中は背の高いビルが立ち並び、たくさんの車が行き交い、こんな都会に日本庭園があるなんてにわかに信じられなかったの。もみじについて行って公園に入った瞬間、まるでタイムスリップしたかのような別世界が目の前に現れたわ。目の前にはたくさんの木々、赤い橋がかかった大きな池、整えられたきれいな芝生の小山が現れて、息を飲むようなその美しさに、私は本当に日本に来たんだって実感したの。澄んだ空気は緑のいい匂いがほのかに漂ってきたわ。日本庭園って目でも鼻でも楽しめるのねともみじに言うと、舌でも楽しめるよと近くの小さな小屋に連れて行ってくれたの。畳の敷かれたその小屋に座っていると、着物を着た日本人がお抹茶ときれいな和菓子を運んでくれたわ。美しい日本庭園を見ながら食べるほろ苦い抹茶と和菓子は格別だった。日本庭園は私にとって全てが刺激的で夢中になっていたんだけど、ふとトイレに行きたくなってしまったの。周りを見渡すと、少し離れた場所に公衆トイレがあるのを見つけたんだけど、私は小銭を持っていないことに気づいたの。バレンシアで公衆トイレに入るときは、トイレの前に人がいて、その人に小銭を渡して入るのよ。
トイレの前に人がいなくてお金を投入する機械が置いてあるところもあるわね。だからバレンシアでは小銭を必ずお財布に入れておくんだけど、念願の日本旅行で浮かれてしまって小銭をお財布に入れておくのをすっかり忘れてしまったの。私が困っているともみじが「どうしたの?」と聞いてくれたから、小銭がないことを話すと笑いながら「日本のトイレは無料よ、お金を取られるトイレはほとんどないわ」と教えてくれたの。私は驚いたと同時にかなり不安になってしまったわ。だってバレンシアのトイレは有料だけど、正直言って綺麗とは言えないの。床には紙やゴミが散乱して水でびしょびしょだったり、便座はついていないことが多いけど、ついていても汚れていてとても座れないわ。私はバレンシアでトイレに行くときはいつも空気椅子でしているのよ。トイレットペーパーはあったらラッキー、ないことが当たり前だと思うようにしているの。トイレットペーパーをトイレに置いておくと取られてしまうことが多いから、バレンシアではほとんどのトイレにトイレットペーパーは設置していないわ。私が海外旅行をしたことのある日本以外の国でもトイレは有料が当たり前だったし、トイレの清潔さはバレンシアとほとんど変わらないか、バレンシアよりもひどいと思ったところもあったのよ。有料のトイレでこんな感じなのに、日本の無料のトイレなんて綺麗なわけないわ。無料だと掃除をされているはずないから、ものすごく汚くて、便座があっても汚れていたり、いろいろな人が座って病気がうつったりしないかしら。頭の中でぐるぐる考えていたんだけど、もうトイレの限界。どんなに汚くても空気椅子をして便器に触らないようにしようと心に決めて入ることにしたの。トイレに行くと確かにお金を受け取る人も機会もなくて、不安を抱えながらトイレに入ると、トイレが汚れている様子は全くなく、とても綺麗で驚いたわ。トイレには綺麗な便座がついていて、壊されてもいなくて座ってもいいんじゃないかと思ったぐらいよ。でもまだ不安が拭えたわけじゃないから、今回は空気椅子で座ることにしたわ。しかもトイレットペーパーは2つも設置してあって、後ろには予備のトイレットペーパーまで置かれていたの。トイレットペーパーがなくなっても困らないようにという配慮だと思うけど、日本が治安のいい国だからできることよね。トイレットペーパーが設置されているところの上を見ると、不思議なボタンがあることに気づいたの。何のボタンだろうと押してみたら、水が流れるような音が流れ始めたのよ。便器の水を流すボタンだったのねと思ったら、便器に変わりはなくて、押してはいけないボタンだったかと思って止めようとしたけど、止められなくてすごく焦ったわ。個室から出ると水洗い場があったんだけど、そこに手を出すと自動でお湯が出てきたの。驚いたわ。この日は少し肌寒くて素晴らしい機能ねと感動したの。外で待つもみじを見つけると駆け寄り、思わず「これが本当に無料のトイレなの？日本のトイレは素晴らしいわね。高級ホテルと変わらないじゃない」と興奮気味に話したのよ。そしたらもみじに大げさねと笑われて、日本の公衆トイレはそれほど綺麗じゃないところも多いわよと言われたわ。それでもバレンシアよりも綺麗なんじゃないかしら。そしてトイレの個室にあった謎のボタンが何だったのかもみじに聞くと、それは音姫といって、用を足している時の音を周りに聞こえないようにするためのものだって教えてくれたの。バレンシアにはそんなものはないし、用を足す音を恥ずかしいとか周りに聞かれたくないと思ったことが今までなかったのよ。そんなものまで気を使うなんて、日本人はデリケートなのね。音姫ができる前は水を2回流している人が多くて、節水のために音姫が作られたそうよ。日本人の発想や技術は最高ね。しかもそれが無料のトイレに当たり前のように設置されているなんて、ほんと日本のトイレは素晴らしいわ。日本庭園を満喫した後は夕食の予約をしているレストランへ
電車で向かうために駅に向かったわ。駅に着くと改札に入る前から2つ前の駅でお客様同士のトラブルが起きて、その対応のため10分電車が遅れていますといった内容のアナウンスが何度も流れていたの。私はバレンシアでは電車が遅延することは日常茶飯事、時刻通りに電車が来なくてもそれが当たり前だと思っていたから、たかだか10分程度遅れているだけで大げさねえと思ったけど、もみじが日本では電車は時刻通りに発車して到着することが当たり前だから、少し遅れるだけでこれだけアナウンスが流れるのよと教えてくれたのよ。日本人はとても真面目できっちりとした性格だから、電車は遅延が珍しいほど正確なのね。電車に乗ってレストランの最寄り駅に到着すると、もみじがトイレに行くと言うから、私もついでに行くことにしたの。駅のトイレももちろん無料。中に入るとやはりとても綺麗で清潔に掃除されていたわ。と壁にバインダーに挟まった日付と時間、サインがたくさん書いてある紙がかかっているのを見つけたの。なんでもその紙はスタッフが掃除をした時に記入する紙なんだって。これだけ何度も掃除をしているなんてほんとすごいわ。日本人は本当に綺麗好きなのね。これだけ掃除をしてくれているのなら便座に座ってもいいかもしれないと思い始めてきたのよ。そして個室に入ってみると、便座はやはりピカピカ。しかも個室の側面に便座を拭くための除菌ジェルまで置いてあったの。なんて至れり尽くせりなのかしら。そう思って除菌ジェルで便座を拭き、座ってみることにしたのよ。座るとふーっと思わず声が出るほど快適で、座り心地がとても良かったの。日本の旅行中何度もトイレを利用したけど、どこも無料で驚くほど綺麗だったわ。こんなに清潔なトイレにいつでも入ることができる日本人が羨ましいわ。日本人は利用する人も清潔に使っているし、何度も掃除をしているからトイレはこれほど綺麗に保たれているのね。日本の公衆トイレは地方自治体が管理しているため、日本人は無料できれいなトイレを使用することができるのです。駅やお店のトイレも掃除をするスタッフに出会うことも珍しくないほど何度も掃除されています。しかし外国では有料な上に掃除が行き届いていなかったり、トイレットペーパーが置いていなかったりすることが当たり前なのです。そのため外国人が日本のトイレが無料だと聞くと驚き、不安に思うかもしれません。日本のトイレが無料でもきれいに管理されているということを多くの外国人に知ってほしいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。